まずは聞いて、それから語彙を学びましょう。日本の家庭料理を作る過程はとても楽しいです。今日はいくつかの基本的な調理道具と方法を使って料理を作る方法について書きます。まず、蓋と鍋を準備します。次に、お玉を使ってスープを混ぜます。フライパンとフライ返しを使って野菜を炒めます。また、炊飯器としゃもじを使ってご飯を炊きます。湯が沸くのを待ちます。沸いたら、湯を冷ますために少し置いて、湯が冷めるまで待ちます。次に、鍋を火にかけることで煮物を作ります。ご飯を炊くときは、ご飯を炊く手順を忘れずに。油を熱することで準備し、油で揚げることで天ぷらを作ります。煮物を作るときは、具材を煮ることが大切です。また、野菜を茹でることで栄養を保ちます。炒め物は、炒めることで風味が増します。蒸すことでヘルシーな料理を作り、水を切ることで余分な水分を取り除きます。材料を混ぜることで味を均一にし、焦げないように焦げることに注意します。料理が焦げた場合は、ひっくり返すや裏返すことで修正します。味をつけるために塩を加えるや胡椒を振ることが必要です。料理が完成したら味見をすることで味の確認をします。最終的に料理の味が濃いか味が薄いかを確認します。辛いや塩辛い、酸っぱいなどの味のバリエーションを楽しむことも大切です。料理が出来上がると家族みんなが喜ぶ出来上がりです。このように基本的な調理方法と道具を使って美味しい家庭料理を作ることができます。料理の過程を楽しみながら家族との時間を大切にしてください。語彙を学びましょう。蓋、蓋。鍋、鍋。お玉、お玉。フライパン、フライパン。フライ返し、フライ返し。炊飯器、炊飯器。しゃもじ、しゃもじ。湯を沸かす、湯を沸かす。湯が沸く、湯が沸く。
湯を冷ます。湯を冷ます。湯が冷める。湯が冷める。鍋を火にかける。鍋を火にかける。ご飯を炊く。ご飯を炊く。油を熱する。油を熱する。油で揚げる。油で揚げる。煮る。煮る。茹でる。茹でる。炒める。炒める。蒸す。蒸す。水を切る。水を切る。混ぜる。混ぜる。焦げる。焦げる。ひっくり返す。ひっくり返す。裏返す。裏返す。味をつける。味をつける。塩を加える。塩を加える。胡椒を振る。胡椒を振る。味見をする。味見をする。味が濃い。味が濃い。味が薄い。味が薄い。辛い。辛い。塩辛い。塩辛い。酸っぱい。酸っぱい。出来上がる。出来上がる。出来上がり。出来上がり。日本の家庭料理を作る過程はとても楽しいです。今日はいくつかの基本的な調理道具と方法を使って料理を作る方法について書きます。まず、蓋と鍋を準備します。次に、お玉を使ってスープを混ぜます。フライパンとフライ返しを使って野菜を炒めます。また、炊飯器としゃもじを使ってご飯を炊きます。湯が沸くのを待ちます。沸いたら湯を冷ますために少し置いて湯が冷めるまで待ちます。次に鍋を火にかけることで煮物を作ります。ご飯を炊くときはご飯を炊く手順を忘れずに。油を熱することで準備し、油で揚げることで天ぷらを作ります。煮物を作るときは具材を煮ることが大切です。また、野菜を茹でることで栄養を保ちます。
炒め物は炒めることで風味が増します。蒸すことでヘルシーな料理を作り、水を切ることで余分な水分を取り除きます。材料を混ぜることで味を均一にし、焦げないように焦げることに注意します。料理が焦げた場合は、ひっくり返すや裏返すことで修正します。味をつけるために塩を加えるや胡椒を振ることが必要です。料理が完成したら味見をすることで味の確認をします。最終的に料理の味が濃いか味が薄いかを確認します。辛いや塩辛い、酸っぱいなどの味のバリエーションを楽しむことも大切です。料理が出来上がると、家族みんなが喜ぶ出来上がりです。このように基本的な調理方法と道具を使って美味しい家庭料理を作ることができます。料理の過程を楽しみながら家族との時間を大切にしてください。見てくれてありがとうございます。